ぜ。ライゼン 9-3950X 来たー。よく買えたな。ギリギリだったよ。秋葉でも多分200個あるかどうかだったな。運が良かったよ。CPU だけ見ていこうか。スペックはこんな感じだよ。コア数がすごいな。クロックも高い。しかも自演4対応だぜ。速い SSD やグラボを詰めるね。今回は SSD だけは Gen 4だな。早速組んでいこうか。パーツは前回動画見てくれだぜ。CPU 開封。ひんやりずっしりするな。この目印を元にソケットに取り付けるよ。レバーを上げて、向きを合わせて取り付け。しっかり刺さったらレバー下げるだけだな。メモリを差し込んでいくよ。ラッチを外して、しっかり奥まで刺すんだぜ。こんなに力入れるのってくらいは力入れるね。向きだけは注意な。最後に押し込んでチェック。刺さったみたいだし次に行こう。SSD を取り付けていくよ。マザボのヒートシンクを一度外すぜ。マザボ付属のドライバーで外せるよ。ファンコネクタも外すんだぜ。SSD のヒートシンクも取らないとね。左右のネジ外すだけだな。サーマルパッドがくっついてて外しにくかったよ。少し手間取ったな。SSD を取り付けてヒートシンクを戻すよ。M.2 のネジは使わないのな。スロット1と3はそのままヒートシンクのネジで固定されるよ。マザボをケースにつけていこうか。側面のパネルを外すぜ。ネジ類がこの箱に入ってるよ。ガラスパネルの方も外していくぜ。マザボをケースに取り付けよう。ネジの位置を確認しながら付けようね。IO パネルの位置も合わせるぜ。そしたらネジ止めだな。CPU クーラーの準備をしていくよ。リテンションブラケットを AMD 用に付け替えるぜ。何気にすごいのが、これだけで AMD 純正のマザボについちゃうんだよね。マザボ標準のバックプレートのままでいいんだぜ。クーラー部分を掃除するよ。ガビガビのグリスらしきものがついてるな。これはグリスを塗り直した方がいいね。安定のキムワイプで拭き取るぜ。定番だからね。ラジエーターにファンを取り付けようか。排気と吸気の向きに注意だぜ。今回は PC ケースのファンと合わせて、ラジエーターをファンで挟むよ。ファンサンドイッチってやつだな。ケースにラジエーターを取り付けるぜ。ケース全面のファンと挟むよ。ちなみにネジが足りなくて買い足したぜ。オリオスペックさんでしか売ってなかったね。インチネジは日本じゃ売ってないよな。ホームセンターやネジ専門店でもなかったね。オリオスペックさんに感謝だぜ。ブラケットにサムナットをつけてなかった。つけておこう。AMD 純正バックプレートにつけられる形になってるな。次はグリスを塗っていくよ。使うのはこれだぜ。SMZ02S だね。オーバークロッカーの清水隆弘さんと新和産業さんが開発した新しいグリスだぜ。パフォーマンス向けの SMZ01R、耐久性重視の SMZ02S で発売されてるんだぜ。早速塗っていこう。塗り方にこだわりはないけど、まんべんなく塗るよ。グリスはヘラで伸ばしていくぜ。これでいいかな？水冷トップを取り付けるよ。横の爪に引っ掛けてサムナットを閉めれば OK だぜ。すごく単純でいいよね。この形式がスタンダードになってほしいぜ。グラボをつけていこう。ブラケットを外しておくんだぜ。最近のグラボは2つ分のスペースを使うんだね。でかいからな。PCI スロットに差し込んでネジ止めするだけだよ。ただこれ後で付け直してるんだよな。ケーブルマネジメントバーが干渉するんだよね。NBXT のケースは配線後にグラボ付けた方がいいな。SSD をセットするよ。トレイを一旦外して、SSD をネジ止めするぜ。あとは元に戻すだけだね。配線の関係もあって後で位置を変更してるぜ。電源で最後だよ。ブラケットを外してはめるだけだな。吸気排気の向き考えてなかった。気にしない。最後の作業だよ。配線だな。何気に自作で一番大変じゃないか。大変だったよ。地味な作業だよね。頭を一番使ったけどな。とりあえず裏面完了。閉まるのか？閉めるんだよ。そして表の配線も完了。お疲れ。
水冷トップはモザイクにしてるよ。色々映ってたからな。やっぱりケーブルマネジメントバーがいいね。すっきりするんだぜ。NGXT はケーブル通すための穴が多くてグッド。綺麗に配線できるような設計だよな。パネルも付けた写真がこちら。動画は色々映り込んでてな。これもがっつり映り込んでるね。次からは注意しないとな。起動速度とかベンチとかもやっていくよ。その前に少し眺めたいな。あまり光ったりはしないんだけどね。付属の LED も付けてるな。SSD の位置も変えたね。ちょっと電源入れてみよう。いいじゃないか。思った以上に綺麗だったね。テンション上がったぜ。起動速度見てみようか。ポチッとね。倍速で送るよ。だいたい30秒くらいか。UEFI とかの起動で20秒弱かかってるかな。 OS そのものは5秒くらいで起動してるぜ。色々詰めれば起動も早くなりそう。次はシネベンチやってみるよ。ポチッとな。さてどんなものかな。早い。のか？実はこの手のベンチやったことないんだよね。レビューとか見ると結構早い方みたいだぞ。ちなみにオーバークロックはやらないよ。ライゼンマスターで試したら論理コア死んで大変だったな。1コアあたり 4.7GHz は無謀だった。無難に低角でやっていくぜ。十分早いからね。お、そろそろ終わりそうだぜ。いい結果になりそう。9253。レビューサイトとかと同じような数値が出たな。なんか、Core i9-9900K の2倍以上みたいだよ。すげえな。ファイナルファンタジー15のベンチもやってみたよ。動画までは撮ってなかったぜ。非常に快適と出たね。RTX 2080スーパーの性能だな。あとは NVMe Gen 4 SSD のベンチかな。すごいな。ほぼ規格の理論値だ。とりあえずベンチはこんなところかな。いやー、なんとか完成したね。自作10年ぶりくらいで実質初心者だったな。各作業で詰まってたからね。それでもなんとかなるんだぜ。自作やったことない人もやってみよう。楽しいんだぜ。それでは長い時間、ご視聴ありがとうございました。